あなたは理想と現実がかけ離れていた時、どのような行動をとりますか？ 19 世紀のオクラホマ州タルサに離婚してバツイチになった一人の女性の姿がありました。女性の名前はナニー・ドス。彼女はある決心をしてこの地にやってきました。今度こそ理想の結婚相手を探してみせる。実は彼女、恋愛小説が大好きで、白馬の王子様のような男性を本気で探し求めていたんです。そしてナニーの必死の婚活により一人の男性と再婚を果たします。果たしてこの結婚はナニーにとって理想の結婚だったのでしょうか？しかしナニーにとってそんな心配は必要ないんです。なぜなら再婚相手が自分の理想と離れてしまえば、殺して次を探せばいいから。理想の伴侶を追い求めて次々と人を殺した女、ナニー・ドス。なぜ彼女は身勝手極まりない殺人モンスターと化してしまったのか。そこには彼女の心に隠された闇深い乙女心があったんです。夢と理想があるから頑張れるオソスケンちゃんです。理想と現実の狭間で生きる女、闇あみこです。本日はですね、ロマンスを追い求め続けたヤバい女性の話なんです。まずはロマンスをね、何が追い求めるきっかけから見ていきたいと思います。それはある厳しすぎる現実があったからなんです。ロマンス少女の誕生。時は遡り、1905年11月4日、アメリカ・アラバマ州アニストンで5人兄弟の四女として誕生したナニー・ドス。彼女が生まれた家庭は非常に過酷な環境でした。父親が家庭内暴力を振るう人間だったんです。さらに両親は農家を営んでおり、父親は子供たちをろくに学校へ行かせず仕事を手伝わせていたんです。家事をして農場を手伝うというのが兄弟に課せられた義務。たまに学校に登校することができても、父親は農場が忙しくなると子供たちを学校から引きずり出したんです。子供はさ、仕事じゃなくて勉強しなきゃじゃないのよ。まあそうですよね。社会を構成する土台ですからね、でも当時のアメリカではですね、教育よりもね、仕事っていうね、そういう価値観がね、まだね、いっぱいあったんですよ。まあ学校もね、この状況をね、どうすることもね、できなかったんでしょうね。それでもナニーは、この家庭環境に負けることもなく、兄弟と共に支え合いながら生きてきました。父親は相変わらず暴力をやめることはなく、子供たちに厳しく接し続けます。年頃になっても綺麗な洋服を買うことや化粧をすることは当然許可されませんでした。そして異性と関わることでさえ禁止されていたんです。そのためナニーは最初の職に就くまで異性と話をしたことすらありませんでした。最低すぎる父親じゃないのよ。ナニーの過去はめちゃくちゃ辛いじゃない。いや、そうなんですよね。それがきっかけでね、あるものに熱中するようになっていったんです。辛く厳しい人生を送ってきたナニーでしたが、唯一心の安らぎを得られるものがあったんです。それは恋愛小説。父親の度重なる暴力や束縛で心を崩壊させていたナニーにとって、恋愛小説に登場する優しい主人公はまさに白馬に乗った王子様。そしていつしかナニーは恋愛小説の世界のような理想の伴侶と幸せな生活を送ることを夢見るようになっていったんです。ナニーは大人になってもそんな乙女心をずっと忘れずにいました。そしてこんなことを考えるんです。必ず白馬の王子様を見つけるんだと。せめてね、心の拠り所があってよかったじゃない。彼女はね、白馬の王子様をね、追い求める人生にどんどんハマっていっちゃうんですよ。理想の結婚。1920年、16歳になったナニーは地元の工場に就職。そして同僚のチャーリーと出会い交際を始めます。今の工場に就職するまで父から異性との接触を禁じられていたナニーにとって、チャーリーと過ごす時間は幸せそのものでした。そして交際から4ヶ月の月日が経った頃、2人は結婚することになったんです。社会人1年目で順調な滑り出しを見せるナニー。さらに4人の子宝にも恵まれ、順風満帆な結婚生活を送るんです。しかしこのまま幸せな時間がいつまでも続くわけにはいかなかったんです。あることがきっかけでもろくも崩れ去ってしまいます。そのきっかけとは、チャーリーの母が夫婦と同居を求めてきたこと。夫チャーリーはこの要求をあっさりと受け入れます。これによって何が始まるのか、メトラーの皆さんならもうわかりますよね。そう、ナニーと姑の泥沼が始まるんです。もうやだやだ。姑はナニーに厳しく当たり、あらゆる面で絶対服従させていたんです。チャーリーはね、母親のね、言うことにね、逆らえない性格だったんで、ナニーはね、姑の言うことをね、我慢して聞くことしかね、
ねできない状況だったんですよね。そしてそんな生活をずっと続けていた家族にある悲劇が襲うんです。それは結婚から7年ほど経った1927年のある日のこと。チャーリーが普段通り帰宅し、ふとキッチンの方へ目を向けると、何やら床に人影が。恐る恐る近づくと、なんと次女と三女が倒れていたんです。どうしたんだ？チャーリーが声をかけても2人から返答はありません。なんとすでに息絶えていたんです。次女と三女の死因は食中毒。最愛の娘を2人も亡くしたショックでチャーリーは落ち込み、夫婦の会話はなくなりました。そして娘の死からほどなくして離婚。ナニーは長女を連れ去っていくんです。俺はナニーもかなりショックだったんじゃないの？そうでもない気もするんですよね今回。チャーリーとの結婚生活はナニーにとって理想とはかけ離れたものでした。姑との泥沼などを望んでいません。娘を2人亡くしましたが、そんなことは気にも留めずに、むしろ好都合と言わんばかり。すぐさま新聞の恋人募集欄を使い、新しい伴侶を探し始めます。こうして出会ったのがフロリダ州のジャクソンビルに住むアルコール依存症の男フランク・ハレルソン。もうなんかヤバそうじゃん。ナニーとフランクの2人は孤独な心を持っているという共通点があったんです。2人は手紙のやり取りを通じて仲を深め合います。フランクはロマンチックな手紙を書きました。そしてナニーは返事の手紙に際どい写真を添えて送るんです。このやり取りはついに実を結び、チャーリーと離婚してわずか1年後、ナニーは2度目の結婚を果たすんです。突っ込む気にもなれないぐらい突っ込みどころ多すぎるよ。出てくるやつ全員行かれてますよね、もうほんと。ところでこのアルコール依存症のフランクはナニーが求める白馬の王子様としてふさわしかったのでしょうか。フランクとの結婚生活は16年続いたんですが、ナニーには一つ不満があったんです。それはフランクの酒癖の悪さ。もうね分かってたよね、それね。フランクがもともと持っていたアルコール依存症は結婚後も収まることはありませんでした。その酒乱ぶりは凄まじく、毎日のように酒を浴びるように飲んで酔っ払い、ナニーに殴る蹴るの暴行を加えることは日常茶飯事。ナニーは何度もフランクに禁酒することを約束させたんですが、その度にフランクは隠れて飲酒するという始末。そんなことが続いたある日、ナニーにはこんな思いが。これは私の理想の結婚生活ではない。こいつは白馬の王子様じゃない。こうしてとうとう耐えきれなくなったナニーは今の生活を終わらせ、次の白馬の王子様を探す決意をしたんです。そしてフランクがいつも飲んでいる酒瓶の中にあるものを入れます。それはなんとネズミ駆除剤。翌日、何も知らないフランクはネズミ駆除剤入りの酒を飲み、いとも簡単に命を落としました。こうしてナニーはこの殺害をきっかけに自分の理想とかけ離れた結婚生活をさせる男性を次々と殺害するモンスターと化したんです。怖すぎこいつ。なんか自分が気にならなかったらさ、全部リセットしちゃうみたいなさ。娘2人が食中毒になったやつ、何がやったんじゃないと思えてきちゃった。まあそういう説もありますよね。もう姑とかね、いろんなことやりなりすぎて、もう全員殺したのかみたいなね、そういうね説もね、まあ証明はされてないんですけどね、あるんですよね。そしてナニーはですね、めちゃくちゃね理想を追い求めていたのに、男運はめちゃくちゃなかったんですよ。絶望的な男運。フランクが死亡してすぐ、ナニーは次の結婚相手を見つけます。3人目の結婚相手はケンタッキー州に住むハリー・ラニング。彼とナニーは出会ってから惹かれ合うまでそう時間はかかりませんでした。しかし、ここでもナニーはあることに悩まされるんです。それはハリーの極端な浮気症。もちろんナニーは理想の伴侶を追い求めている乙女。自分だけを見てくれない夫はいらないんです。ナニーはハリーの殺害計画を企てます。それはハリーの大好物であるプルーンの砂糖煮の中に大量のネズミ駆除剤を混ぜて殺害するというもの。懲りねえなこいつ。この計画はもちろん大成功。ハリーはあっけなく命を落とし、ナニーは自由の身になったんです。ネズミ駆除剤好きね。最初の殺人がネズミ駆除剤で成功したから、それもねずっと使えるだろうと思ってね、今回もねそういうことだったんですよ。ハリーの殺害後、ナニーはカンザス州に向かいます。そこでリチャード・エル・モートンという人物に出会い、4度目の結婚。もうやめろ。しかし、リチャードもまた女性関係にはルーズな性格だったため、ハリーと同じ方法で殺害。あけねえな。そして1953年のオクラホマ州でナニーの生涯で最後の伴侶となる人物に出会います。その人物の名は公務員として働くサミュエル・ドス。ナニーは次こそは幸せをつかむと意気込んでいました。しかしまたしても彼女を悩ませる問題があったんです。それはサミュエルの亭主関白ぶり。サミュエルは厳格で気難しい性格。ナニーの生きがいそのものである恋愛小説をくだらないものとして嫌悪し、激しく非難しました。そしてナニーが家を留守にしている間、サミュエルはナニーの宝物である恋愛小説
説を勝手に捨ててしまったんです。これにはナニーは大激怒。すぐさまサミュエルの殺害計画を実行に移します。ナニーはすぐに毎度のごとくサミュエルの食事にネズミ駆除剤を仕込みます。もう慣れたものです。何も疑うことなく食事を口に運ぶサミュエル。気づかれぬよういつ苦しみ出すか様子を伺うナニー。しかしサミュエルは一向に苦しむ様子を見せません。そしてついに何事もなく就寝してしまったんです。そう、なんとサミュエルは体がかなり丈夫で食事に混ぜることができる量だけでは命を奪うことはできなかったんです。図らずも命拾いしたサミュエルでしたが、ナニーの犯行に気づく様子はありませんでした。そしてサミュエルの命を付け狙うナニーはその後も決して諦めようとはしませんでした。今回の殺害はナニーにとっては今までと違った感情があったんです。それは命より大切な宝物を勝手に捨てた夫への異常な憎しみ。ナニーは次は必ず仕留めようとサミュエルのコーヒーにこれまでにないほどの大量の毒を混入し飲ませたんです。こうしてサミュエルは毒による苦しみを与えられ殺害されたんです。理想を叶えたいって気持ちは誰しもあることだけど、いかんせん何は異常すぎるわよ。それが理想は理想で現実には存在しないっていう言葉をね、かの有名な心理学者アドラーが言ってるんです。今回のメトラーキーワード、良くなった。理想とは人が心に描き求め続けるそれ以上望むところのない完全なもの、そうあってほしいと思う最高の状態のことなんです。メトラの皆さんの中にも理想に達することができない自分や理想的ではないパートナーに苦しむ方がいるのではないでしょうか。このように苦しむ人々に対し心理学者のアドラーはこう語っています。まず理想は現実には存在しないということを理解しなければいけません。理想というものは頭の中に存在するだけで、実際に存在するのは目の前にある現実だけなんです。漠然と今の私は理想の自分じゃないと感じてしまっている人や、付き合った頃は優しい彼氏だったのにぐうたらな旦那になってしまったなど、現実を悲観的に見る人もいると思うんです。しかし悲観的に考えるだけでは何も進展しませんし、ただ自分に失望したり劣等感が増したりするだけ。人間とは不完全なもの。大切なのは今の自分、そして今のパートナーとどう付き合うかを考えることなんです。理想とのギャップに思い悩むのではなく、その目の前のギャップとどう付き合うかに悩む方がずっと重要なんです。ただ僕はここで皆さんに勘違いしないでいただきたいんですが、理想は捨てるべきではないんです。理想は人間のモチベーションであり活力に通じるから。さらにアドラーはですね、理想から現実を引き算するのは良くないって言ってるんですよ。ただ今回の何は逆で、現実から理想を引き算してこの部分を殺しっていう手段で埋め込むみたいなね、そういうことだったんですよね。本当のロマンス。サミュエルを殺害したナニーでしたが、今回はサミュエルの体の丈夫さと主治医の判断がナニーの悪事を裁くきっかけとなりました。まず主治医がサミュエルの死を不審に思い、遺体を検視解剖に回したんです。その結果、サミュエルの体内からヒ素が検出。その量は致死量の18倍。体が丈夫だったことにより多くのヒ素が蓄積していたんです。これは明らかに何者かが関与していることを意味していました。警察はこの結果を受け、真っ先に妻であるナニーを疑うことに。こうして重要参考人として事情聴取を受けることになったナニー。言い逃れするかと思いきや、彼女は理想の生活を追い求めていただけなのと力説し、ついに約30年間にも及ぶ夫殺しを自白したんです。ロマンスを追い求めた非道すぎる行いがついに終焉を迎えました。ついに逮捕されたナニーだったんですが、彼女には一体どんな判決が下されたんでしょうか。ナニーはこれまでも自分の夫を殺害し続けましたが、犯行を立証できたのは最後の夫サミュエルの殺害のみ。しかし司法は彼女に重い判決を下しました。ナニーに下された判決は無期懲役。理想の世界とは程遠いであろう場所で残りの一生を過ごすことになったんです。そしてその後、ナニーは10年間服役した後、白血病により59歳でその生涯を終えました。彼女の最後の言葉はこうでした。私は探していました。人生の本当のロマンスを。目標といえばね、僕らもね、フリーメイソンの動画でですね、世界一のね、都市伝説系 YouTuber になるとね、言ってたんですけど、あんま都市伝説やってないという。はい。都市伝説に関してはね、最近ね、姉妹チャンネルを作ったんでね、ミッドナイトムーンというね。で、これね、僕ね、思うんですけど、サブチャンネルって言われるのめちゃくちゃ嫌なんですよ、僕本気でやってるから、だから姉妹チャンネルって言ってるんですよね。サブじゃないんですよ。アルゴメトリーにもう負けず劣らず、なんならもう勝ってるかもしれないぐらい、編集めちゃくちゃね、手入れてるんで、ほんと見てほしいです。